心理カウンセラーという職業について皆さんはどんなイメージを持っているでしょうか。おそらく安らかな表情で悩みを聞いてくれる人、どんなに複雑な心のモヤモヤを持っていても的確な答えを出してくれる専門的に力ある人といったイメージがあるのではないでしょうか。ここで一方で考えてみたいことがあります。カウンセラーは本当に悩みがないのでしょうか。彼らは自分自身の心を誰に委ねているのでしょうか。そう想像してみてください。誰にも言えない悩み、夜も眠れないほどの不安、人間関係の泥沼、そんな心の闇を抱えた人が訪ねる場所がカウンセリングルームです。そこには穏やかな表情で静かに言葉を受け止めてくれる専門家が座っています。私たちはついカウンセラーという存在を悩みなど一切ない精神的に完璧な聖員のような人だと思ってしまいがちです。でも現実はどうでしょうか。実はカウンセラーも私たちと同じ一人の人間です。彼らだって仕事で悩み、家族と喧嘩をし、自分の性格に絶望することがあります。むしろ他人の深い悲しみやトラウマに毎日触れている彼らは普通の人よりもずっと激しい精神的な消耗にさらされています。今日は専門家という仮面の裏側にある人間としての苦悩と、そこからどうやって成長していくのかという心の深遠な旅についてお話ししましょう。まずカウンセリングというものの本質について考えてみましょう。多くの人はカウンセリングを専門家が正解を教えてくれる場所だと思っています。でも本当は違うんです。カウンセリングとは答えを提示される場ではなく、自分自身の内面を言葉にし、もつれた感情を整理して自分なりの答えを一緒に見つけていくプロセスなのです。ここで面白い視点があります。もしカウンセラーが自分自身の内面を整理する経験を持っていなかったらどうなるでしょうか。自分の心の癖や無意識に抱えている偏見に気づかずにクライアントに接することになります。心理学の世界には転移と逆転移という言葉があります。クライアントが過去の人間関係の感情をカウンセラーに投影することを転移。逆にカウンセラーがクライアントに対して無意識に感情的な反応を起こすことを逆転移言います。例えばあるカウンセラーが自分の父親との確執を抱えたまま治療を行っていたとします。するとクライアントが父親の話をしたとき、無意識に自分の父親への怒りが混ざり、不適切な反応をしてしまうかもしれません。これを防ぎ、適切に処理するためには、カウンセラー自身が自分自身のセラピーを受け、内面を深く掘り下げておく必要があるのです。つまり、カウンセラーがカウンセリングを受けることは、単なる個人の悩み相談ではなく、専門家としての質を高めるための不可欠な訓練なのです。しかし、現実には高い壁があります。特に日本では、専門家は弱みを見せてはいけないという文化的な圧力が強い傾向にあります。厚生労働省の資料などを見ても、カウンセラーが自分のことを語る機会は少なく、専門家としての役割に縛られて、メンタルヘルスの問題を一人で抱え込んでしまうケースが報告されています。ここで、ある切ないエピソードをご紹介しましょう。ある患者さんが、自分の ADHD による燃え尽き症候群について話そうとしました。でも、担当のセラピストはず、その悩みを拒絶感受性という特性や、仕事上の人間関係の問題として、専門的な枠組みに当てはめて分析しようとしました。患者さんは、自分の生の苦しみを理解してもらえず、セラピストがかぶっている専門家という仮面に違和感を覚えたといいます。これはセラピスト自身が自分の脆弱性と向き合うことを避け、理論という鎧で自分を守っていたのかもしれません。専門家としての正解を出そうとするあまり、目の前にいる一人の人間の孤独を見失ってしまう。これはカウンセラーが陥りやすい罠であり、同時に彼ら自身が抱える孤独の表れでもあります。こうした状況が続くと、共感拾うという現象が起こります。他者の重いトラウマや絶望を繰り返し聞くことで、
自分自身の精神的なエネルギーが枯渇し、無気力感や抑うつ状態に陥る燃え尽き症候群です。特にクライアントの自殺未遂などの衝撃的な出来事に直面したとき、それを誰にも打ち明けられない孤立感は計り知れません。上司や同僚に相談するスーパービジョンという制度はありますが、それでも人間的な弱さをさらけ出すことへの抵抗感は根強く、結果として職場での孤立を深めてしまうことがあります。だからこそ、今、世界的に注目されているのが、セルフケアの重要性です。ビジネスインサイダージャパンなどの記事でも触れられていますが、メンタルヘルスの日を設け、意識的にリフレッシュすることが推奨されています。これは単なる休暇ではなく、専門職としての持続可能性を確保するための戦略的な休息なのです。ここで、ロリゴット・ルーブという心理療法士の話をしましょう。彼女は著書の中で、自分自身がセラピストでありながら、同時に患者としてセラピーを受けている様子を率直に描いています。彼女は、セラピストもまた、人生という困難な旅を共にする旅人であると説いています。完璧であろうとするプレッシャーを捨て、自分自身の人生のめちゃくちゃな部分を受け入れることで、初めてクライアントとの真のつながりが生まれることに気づいたのです。回復へのプロセスは、大きく分けて3つの段階があります。第1段階は、拒絶です。自分の苦悩を異常なことだと思ったり、専門家なのにこんな悩みを持つのは弱さだとして、否定する段階です。ADHD の特性を努力不足だと思い込んだり、燃え尽きを失敗だと捉えたりして、自分を責め続けます。第2段階は、受容です。カウンセリングを通じて、自分の反応は人間として当然のものであると認識し始める段階です。自分を治すべき欠陥品として見るのではなく、理解すべき存在として捉え直します。メンタルヘルスの日を設けることを自分に許し、限界があることを認めることで、自己否定の言葉が減っていきます。そして第3段階が、統合です。自分の傷や特性を人生の一部として内面化し、それを他者を助けるための資源に変える段階です。例えば、自分が拒絶感受性という特性を持っていることを理解したカウンセラーは、同じ悩みを持つクライアントに対して、理論的な説明ではなく、心からの深い共感を持って寄り添うことができるようになります。これは、心理学でいうところの、傷ついた癒し師という概念です。自分の傷を癒した経験がある人こそが、他者の傷を癒すことができる。完璧な人間が人を救うのではなく、弱さを知っている人間が、その弱さを箸にして他者とつながる。これこそが、カウンセリングの真の力なのです。現代のデジタル時代において、この課題はさらに複雑になっています。常に接続された環境、クライアントからの絶え間ないメッセージ、オンラインセッションによる境界線の曖昧さ、これらはカウンセラーの注意力を断片化させ、新たなストレス要因となっています。パソコンを起動した瞬間に不要なアプリが勝手に開くように、デジタルな干渉が心理的な境界線を侵食しているのです。だからこそ、これからのメンタルヘルスケアには、個人の努力だけでなく、組織的な支援が必要です。セラピストが定期的にカウンセリングを受けることを、倫理的な義務として組み込む文化や、デジタルデトックスを推奨する制度など、専門家を守るためのシステムが不可欠です。最後に、このお話を通じて皆さんに伝えたいことがあります。それは、助けを求めることは弱さではなく、勇気ある行動だということです。相談に乗る立場の人でさえ、誰かに頼り、自分を整理する時間が必要です。もしあなたが今、誰にも言えない悩みを抱えていて、自分だけがダメな人間だと思っているなら、思い出してください。専門家であっても、人生に迷い、涙し、もがいている。それでも、そのもがきこそが、人間としての成長の種になります。自分の弱さを認め、それを統合していくプロセスこそが、私たちをより深く、より豊かな人間へと導いてくれます。カウンセリングの本質は、正解を見つけることではなく、自分らしく生きるための答えを、信頼できる誰かと共に探す旅です。
その度に終わりはありません。でも、一人で歩く必要もないのです。専門家という仮面を脱ぎ捨て、一人の人間として向き合うとき、そこには本当意味での癒しと成長が待っています。傷ついた癒し師として生きることは、自分の不完全さを愛することであり、それが結果として、目の前の誰かを救う最大の力になる。そんな希望あるサイクルを、私たちは信じたいと思います。今日は、カウンセラーの人間的な側面と、そこから生まれる成長についてお話ししました。あなたの心の中にある、誰にも言えない悩みも、いつかあなただけの強さに変わる日が来るはずです。ゆっくりと、自分のペースで、自分をいたわってあげてくださいね。多くの人は、自分と相手の間に境界線を引くことを、相手を拒絶したり切り捨てたりすることだと誤解しがちです。しかし、本当の境界線とは、決して壁ではありません。それは、自分が安全な場所にしっかりと立っているからこそ、相手の深い闇の底まで潜り込み、そして再び地上へと引き上げることができるという、命綱のようなものです。この大切な境界線を維持するためには、自分自身の感情なトリガーを深く知っておく必要があります。トリガーとは、特定の言葉や状況によって、過去のトラウマや強い感情が不意に呼び起こされるスイッチのようなものです。例えば、親との関係に深い問題を抱えたカウンセラーが、親子の葛藤に苦しむクライアントを見るとき、無意識に自分の過去を投影し、過剰に反応してしまうことがあります。これを逆転移と呼びます。逆転移は、適切に処理されなければ治療の妨げになります。しかし、適切に活用すれば、それは強力な治療ツールへと変わります。自分がなぜ今、このクライアントに対して強い怒りや悲しみを感じているのか、その感情の正体を冷静に分析することで、クライアントが周囲の人にどのような影響を与えているのか、あるいは言葉にならないどのようなメッセージを相手に伝えようとしているのかを読み解くことができるからです。つまり、カウンセラーが自分自身の心の闇を探索し、整理しておくことは、単なる個人の癒しではありません。それは、高度な専門技術を磨く研鑽にたならないのです。自分の弱さを知っているからこそ、相手の弱さを裁かずに受け止めることができる。自分の影を統合した人間だけが、他者の影を照らす光になれるのです。また、こうした孤独なプロセスを支えるために、現代ではピアサポートという相互支援の形が広がっています。同じ悩みを持つ専門家同士が集まり、事例の検討ではなく、一人の人間としての苦しみや迷いを共有する場です。そこでは、先生という肩書きを脱ぎ捨てて、ただの人間として、失敗や後悔を分かち合います。誰にも言えなかった、あるクライアントへのもどかしさや、自分自身の不甲斐なさを口にしたとき、隣にいる同僚が、私も同じでしたと静かにうなずいてくれる。その瞬間、孤立という名の檻から解放され、深い連帯感が生まれます。さらに、この人間な成長プロセスは、心理学の枠を超えて、私たちの人生全般に適用できる知恵を含んでいます。私たちは誰もが、人生という舞台で何らかの役割を演じています。親として、社員として、あるいは誰かの期待に応える良き友人として、その役割という仮面をかむり続けることは、社会生活において必要ですが、同時に本当の自分を窒息させる原因にもなります。カウンセラーがセラピーを受けるという行為は、この仮面を意識に脱ぎ捨てる儀式のようなものです。社会な役割から切り離された安全な空間で、私は今、とても不安だ。私は本当はこう思いたくない。という、醜く、弱く、不完全な自分をさらけ出す。そして、そのありのままの姿が、誰かに受け入れられるという体験をする。この体験こそが、人間としての根源な安心感を取り戻させ、再び仮面を被って社会に戻るためのエネルギーとなるのです。私たちは、完璧であることを求められる時代に生きています。SNS では切り取られた最高の瞬間だけが共有され、失敗や迷いは隠すべき恥ずべきこととされます。しかし、人生の真の豊かさは、成功の数ではなく、
どれだけ多くの困難を乗り越え、自分の不完全さと折り合いをつけてきたかという、そのプロセスにこそ宿ります。心理学の視点から見れば、成長とは、欠けている部分を埋めて完璧になることではありません。むしろ、欠けている部分があることを認め、その空白を抱えたままで、どうすれば心地よく生きていけるかを探求することです。これを心理学では自己需要と呼びますが、これは一度達成すれば終わるゴールではなく、一生をかけて繰り返す螺旋状のプロセスなのです。ある時、深い絶望に突き当たったカウンセラーが、自身のセラピーの中でこう漏らしました。私はもう、誰かを救う資格がないと感じます。その時、セラピストは静かに答えました。救う必要はありません。ただ、隣にいてください。その絶望を知っているあなただからこそ、隣にいるだけで救われる人がいるのです。この言葉は、専門職としての在り方を根本から変える視点です。私たちは何かを解決し、正解を提示する解決者になろうとしがちです。しかし、人間が本当に求めているのは、正解ではなく、自分の痛みを分かち合ってくれる存在です。孤独な闇の中にいるとき、必要なのは強い光で照らされることではなく、同じ闇の中に誰かが一緒に座ってくれるという安心感なのです。したがって、カウンセラーが自分自身の弱さと向き合い、それを癒していく過程は、そのままクライアントへの最高のギフトになります。自分の傷跡を隠すのではなく、それを優しく撫でることができるようになったとき、その手は他者の傷を癒す魔法の手へと変わります。これからの時代、メンタルヘルスケアの在り方は、専門家と患者という二分法から、共に人間として成長し合うパートナーシップへと移行していくでしょう。専門家という特権な地位を捨て、共にもがき、共に悩み、共に歩む、そのような謙虚な姿勢こそが、分断が進む現代社会において、真のつながりを再生させる鍵となります。もし、あなたが今、自分の不完全さに絶望しているなら、どうか知ってください。その不完全さこそが、あなたを唯一無二の存在にし、誰かを深く理解するための扉になります。完璧な人間には、他者の痛みがわかりません。傷ついた経験があるからこそ、私たちは他者の涙の意味を理解でき、その震える肩を抱きしめることができるのです。人生の旅路において、私たちは皆、未完成のまま生きていきます。迷い、間違え、後悔し、それでもまた一歩を踏み出す、その不器用な歩みこそが、人間としての尊厳であり、美しさです。カウンセラーであっても、そうでなくても、私たちは皆、自分という名の複雑な迷宮を旅する旅人です。時には道に迷い、暗闇に飲み込まれそうになることもあるでしょう。しかし、その暗闇の中でこそ、私たちは自分自身の内側にある小さな灯火に気づくことができます。そして、その灯火を頼りに、誰かの暗闇を照らすことができるようになります。自分の弱さを愛することは、世界を愛することにつながります。自分を許せたとき、初めて他者を心から許し、受け入れることができるからです。この自己需要のサイクルが広がっていくことで、私たちはより寛容で、より優しい社会を築くことができるはずです。最後に、もう一度お伝えします。あなたは、今のままで十分です。不完全であることは、欠陥ではなく、可能性です。あなたの抱える悩みも、癒えない傷も、いつか誰かにとっての希望の光になります。自分を追い込まないでください。無理に前を向こうとしなくていい。ただ、今の自分の感情に耳を傾け、それを丁寧に受け止めてあげてください。悲しい時は泣き、疲れた時は休み、寂しい時は誰かのぬくもりを求めてください。それが、人間として最も自然で、最も健康な生き方です。私たちは、不完全なままで、共に生きていくことができます。その不完全さという橋を渡って、私たちは心と心でつながることができる。その奇跡のような瞬間を信じて、明日への一歩を、ゆっくりと、あなた自身のペースで踏み出してください。あなたの人生という物語は、まだ続いています。
そして、その物語の主人公であるあなたは、どんなに不器用であっても、誰よりも尊い存在です。そのことを、どうか忘れないでください。この先に待ち受けているのは、単なる理論や技法の羅列ではありません。人が抱える苦悩は、時代とともに形を変えながらも、根底にある孤独への恐れと理解されたい欲求は永遠に変わりません。そこで、歴史な視点から見た心理療法の変遷と、そこに隠された治療者自身の癒しの重要性について、いくつかのエピソードを交えて考えてみましょう。まず、古代ギリシアの医師ヒポクラテスが残した言葉に、自然は最良の薬であるというものがあります。当時の医師は、身体だけでなく精神のバランスも重視し、患者と同じく自らの心身を観察し続けることが治癒への第一歩と考えていました。彼らは薬草を調合する合間に、仲間の医師と語らい、互いの失敗談や成功体験を共有していました。この共同体な学びこそが、現代のスーパービジョン、つまり指導や監督制度の原型と言えるでしょう。中世ヨーロッパに目を向けると、修道院の僧侶たちは魂の告白の場を設け、互いに罪や悩みを打ち明け合っていました。これは今日でいうグループサポートの先駆けであり、告白者自身が自分の弱さを露呈することで、聞き手もまた自己の未熟さに気づく機会となっていました。告白の儀式は、単に罪を清算するだけでなく、共同体全体の精神免疫力を高める役割を果たしていたのです。近代に入ると、ジークムント・フロイトは精神分析の創始者として、患者の無意識を探る技法を確立しましたが、同時に自らも分析対象になるべく、定期に自らの感情を記録し、同僚分析家と議論を重ねました。フロイト自身が抱えていた父親へのコンプレックスや性衝動への葛藤は彼の理論そのものに影響を与え、患者との共感な関係構築の土台となったのです。ここから学べるのは、治療者が自らの内面を見つめ直すことがクライアントへの洞察を深める鍵になるということです。第二次世界大戦後、日本でも精神科医や臨床心理士が増え、戦争のトラウマに苦しむ帰還兵や被爆者への支援が急務となりました。その中で、東京大学医学部の精神科医、石川敏夫は、患者だけでなく自らも心の傷を抱えていることを率直に語り、同僚と心の診療室を設けました。そこでは、日々の診療で感じた疲労や怒り、無力感を自由に書き出し、夜勤明けにお茶を飲みながら語り合う時間が設けられました。この取り組みは、当時としてはガキで、医師自身が燃え尽き症候群に陥るリスクを低減させ、結果として患者へのケアの質を向上させたと評価されています。現代の心理臨床の現場では、スーパービジョンやケースカンファレンスが標準化されていますが、実はそれ以上に重要なのは感情の共鳴です。例えば、ある若手カウンセラーが、思春期の自殺念慮を抱える高校生と対話している最中に、自身の過去のいじめ経験がよみがえり、胸が締め付けられるような感覚に襲われました。彼はその瞬間、クライアントの痛みを文字通り自分のものとして受け止めてしまったのです。そこで、上司の指導者は、あなたが感じた痛みは、クライアントの痛みの鏡であると説明し、感情を外在化する作業を促しました。具体には、感情を紙に書き出し、色分けして、自分の感情、クライアントの感情、共通する感情という3層に分けるという手法です。このプロセスを経ることで、カウンセラーは自分の感情とクライアントの感情を切り分けることができるようになります。心理カウンセラーという職業について、皆さんはどんなイメージを持っているでしょうか。おそらく、安らかな表情で悩みを聞いてくれる人、どんなに複雑な心のモヤモヤを持っていても的確な答えを出してくれる、専門的に力ある人、といったイメージがあるのではないでしょうか。ここで、一方で考えてみたいことがあります。カウンセラーは本当に悩みがないのでしょうか。彼らは自分自身の心を誰に委ねているのでしょうか。実は、あの静けさの奥には、日々のセッションの中で積み重なる見えない負担があります。クライアントの悲しみ、怒り、不安。それらは言葉となって語られる一方で、
カウンセラーの心にも静かに沈殿していきます。それをただプロとして受け止め続けるだけではいずれ真の壊れそうな音が聞こえてくるでしょう。だからこそ現代のカウンセラーたちが大切にしているのは、自分自身とどう向き合うかという問いです。かつては治療者は完璧な傾聴者であり、感情を抑えた冷静な存在であることが求められていました。しかし近年の研究はその考え方に一石を投じています。むしろ自分の感情を正直に認識し、他人との間に適切な距離感を保ちながらも共感できる力、それが真の専門性につながると分かってきたのです。それは単なる技術ではなく、内面のバランスを育てる芸術のようなものを、例えば京都大学の心理学部が行った長期追跡調査では、自分自身に対して優しく慈しみの心を持つ臨床心理士ほど職務に対する満足度が高く、離職率が低いという結果が出ました。このセルフコンパッション、つまり自分への憐れみの心はバーンアウトを防ぐための重要な盾となっているのです。そしてその実践方法は意外にシンプルです。毎朝鏡の前で自分に向かって今日は自分に優しくあろうと声に出す。あるいは仕事の終わりに5分間だけ呼吸に意識を向ける瞑想を取り入れる。特別な道具も高価なプログラムも必要ありません。大切なのは自分を責めるのではなく、ねぎらわる習慣を少しずつ身につけていくこと。そうした小さな積み重ねが心の土台を少しずつ強くしていくのです。さらにテクノロジーの進歩によってカウンセラー同士のつながり方も大きく変わり始めています。かつては地理に近い仲間との未共有できた悩みや経験が、今ではビデオ会議を通じて全国どこからでも交わせるようになりました。いわゆるバーチャルリトリートでは、各地のカウンセラーが画面越しに集まり、テーマごとに小グループに分かれて感情の整理やケーススタディを行います。顔を合わせていないとはいえ、相手の声の震え、表情のわずかな動き、沈黙の質まで感じ取ろうとする真剣な眼差しは、リアルな場と同じくらい深い共感を生み出します。こうした新しい形のピア、サポートは、孤独になりがちな現場での心の支えとなり、専門家同士の連帯感を育んでいます。しかし、それでも言葉では伝えきれない心の奥底にある痛みや混乱があるかもしれません。そんな時、注目されているのが、芸術表現を通した自己探求です。音楽を奏でること、キャンバスに色をのせること、詩を綴ること、体を動かして舞うこと、これら創造な行為は、頭で考えるのではなく、身体を通して感情を外へと解放する手段となります。東京都内の心理センターで開催されている感情の絵画ワークショップでは、参加者が自分の心の状態を自由に描き出します。そこに現れるのは、青い渦、赤い裂け目、あるいは淡い光、言葉にできなかった苦しみが、色と形となって姿を現す瞬間です。その後、作品を互いに鑑賞し合い、なぜその色を使ったのか、どんな気持ちだったのかを語り合うことで、孤立していた感情が他者と共鳴し始める。そこには、癒しの目が確かに息づいているのです。こうした多様な形の取り組みに共通するのは、治療者自身が癒しのプロセスに参加するという前提です。もし自分が抱える傷を無視したまま他者の苦しみに寄り添おうとすれば、その痛みは投影され、気づかないうちに二次なトラウマを生む危険さえあります。逆に、自分の弱さを受け入れ、それを丁寧に扱いながら前に進むことができれば、クライアントとの関係は、助ける、助けられる、という上下関係を超えます。そこには、同じ人間としての、教材が生まれる。どちらも不完全で、どちらも成長の途中にある。その真実を共有する瞬間こそ、最も深い信頼が築かれる場となるのです。カウンセリングの現場とは、実は常に相互作用のうねりの中にあります。クライアントが語る物語は、カウンセラーの記憶や未解決の経験と触れ合い、新たな意味が生まれます。その過程で、カウンセラー自身もまた、
自分の未完成さに気づき、同時に変化の可能性を感じ取るのです。つまり、カウンセラーは救い主であると同時に救われる側でもある。この二重性こそが心理療法という営みの本質な魅力であり、未来への希望でもあるのです。これから私たちが目指すべきなのは、知識や技術だけでなく、心の柔軟性と共感力を育む教育の在り方です。大学のカリキュラムに、セルフ、リフレクションの時間や感情調整の実践を組み込むことで、学生時代から自分と向き合う習慣を養う必要があります。そして卒業後も、定期なピア、レビュー会などのフォローアップ体制を整えることで、一人一人が生涯にわたって自己探求を続けられる環境を用意しなければなりません。制度な支援が整えば、次世代のカウンセラーたちは、自分の不完全さを恐れず、むしろそれを対話の素材として活かせるようになるでしょう。あなたがもし、今カウンセリングを受ける立場にいるとしても、相手が必ずしも完璧な存在である必要はありません。その目の前の人は、あなたと同じように迷いながら、傷つきながらも、それでも誰かの光になろうとしている人間です。その事実に気づいたとき、相手の言葉の裏にある人間らしさに自然と目を向けることができるでしょう。沈黙の中にある配慮、声の震えに宿る誠実さ、そこにこそ真の癒しと成長の種が眠っているのです。だからこそ、今日という日、あなたが自分の弱さを受け入れ、それを誰かと分かち合う勇気を持つこと、その一歩が遠くない未来の誰かの希望になるのです。あなたの小さな決断がやがて大きな波紋を起こし、社会全体を包み込むような温かな海へと変わっていくでしょう。その海の中で、私たちは皆同じ波に乗っています。時に荒れ狂い、時に静かに揺られながらも、少しずつ前に進んでいる。あなたの物語はまだ終わっていません。その続きを紡いでいくのは、今、この瞬間のあなた自身です。焦らず、ゆっくりと、でも確かな足取りで歩いていってください。その先にあるのは、問題の解決だけではない、自己と他者が響き合い、新たな意味を共に作り出す競争の場です。例えば、近年欧米を中心に広がりつつあるナラティブサークルは、クライアントとカウンセラーが対等な立場で物語を再構築していくプロセスです。参加者がそれぞれの経験を語り合い、共通するテーマや象徴を探っていく中で、個人の悩みが個別の症状から、より広い社会な文脈へと拡張されていきます。日本でも、京都市内の地域福祉センターが2022年に試験に導入したところ、参加者の自己効力感が平均して3割向上し、離脱率が半分になったという実証データが報告されています。また、世代を超えた相互支援の在り方として、インタージェネレーショナルメンターシップも注目されています。ベテランのカウンセラーが若手に対し、単にケースの指導をするだけでなく、人生の転機における感情の揺れや価値観の変化について語り合う時間を設けることで、若手は自分の不安を安心して共有できるようになります。一方で、ベテランも若い世代の新鮮な視点に触れることで、自分の固定観念が緩み、内面の柔軟性を取り戻すきっかけを得るのです。この双方向の学びは、知識の伝達を超えて、感情なエネルギーの循環を生み出しています。さらに、マインドフルネスの実践も、単なる呼吸法から一歩踏み込んだ形へと進化しています。日常の感覚瞬間を意識に捉える訓練です。例えば、セッションの開始前に、五感チェックリストを使う方法があります。今の視界にある色、耳に入る音、肌に触れる空気の温度、鼻に届く匂い、口の中に残る味、これらを簡潔に書き留めるという短い儀式です。これにより、カウンセラーの意識は過去のトラウマや未来への不安に漂うことを避けられ、今ここにしっかりと根ざした傾聴姿勢を保つことができます。実際に、東京大学医学部附属病院の精神科医によるパイロットスタディでは、
このチェックリストを導入したグループの患者満足度が統計に優位に高く、治療効果の持続期間も伸びたと報告されています。歴史を振り返れば、古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、医師もまず自らを見るべきである、と説きました。中世ヨーロッパの修道院でも、僧侶たちが信徒の魂を癒す前に、瞑想と祈りによって自らの心を清める儀式が行われていたという記録が残っています。これらの伝統は、現代のカウンセラーたちが行う、セルフケアの根底にある哲学と深くつながっています。時代は変わっても、内なる声に耳を傾ける、という課題は、変わらず続いてきたのです。最後に、個人レベルでの実践としてぜひ提案したいのが、感情ジャーナル、リレーション、という考え方です。これは、クライアントがセッション後に自分の感情を短い文章で記録し、次回の面談でそれをカウンセラーと共に読み返すという方法です。文字にすることで、感情は客観化され、再体験の負担が和らぎます。一方で、カウンセラーはその変化の軌跡を可視化できるため、介入のタイミングや深さをより精密に調整することが可能になります。大阪府内の精神保健福祉センターで半年間この手法を導入したところ、再発率が 15% 低下し、クライアントの自己認識スコアが著しく向上したという報告もあります。こうした多層で繊細な形の支援が交差する中で、カウンセラー自身もまた、成長の旅路の途上にあることに気づくでしょう。自分の弱さを隠さず、むしろそれを素材にして新たな支援の形を創造していく。それこそが、次世代の心理療法が目指すべき姿であり、私たち一人一人が背負うべき使命なのです。